心者ライダーの皆さん、こんにちは。池田エライザです。さあ、今回の動画はですね、国内メーカーの 1000cc ネイキッドバイクについて6台をじっくりと分析していこうじゃないかという企画でございます。とうとうこのチャンネルでもですね、大型バイクを取り上げることとなりましたが、果たしてどういった見方で動画を作ればいいのか迷いながら作りました。とりあえずやっぱり分かりやすさを重視して一台一台丁寧に紹介することにこだわって作ったので、ぜひ最後までご覧ください。さて、もう最初に主なスペックを出しておきますけれども、これはですね、左から順に値段の安い順に並べております。くしくも一番安いのが川崎さんの Z、そして一番高いのも川崎さんの Z、H2 ということで、ほぼ2倍の差となっております。で、馬力からですね、パワーウェイト、レシオ、トルクなんかもずらーっとね、見てみますともう異次元のパワーですよね。このチャンネルではこれまで 400cc までしか取り上げていなかったわけですから、こんなハイスペックは見たことがないわけでございます。そんな中でもですね、この4台とまた別で MT-10 が格の違うパワーを備えておりまして、さらに別格で Z、H2 がその上を行くということで、異次元の向こう側まで行っている次第でございます。で、今回の動画ではエンジンスペックについてはもうあれこれ比較するようなことはしません。その代わりにですね、この値段、果たして200万もするバイクはなぜこんなに高いのか、Z1000 だけなんでこんなに安いのか、などなどですね、そういうところに焦点を当てて各バイクをじっくりと分析していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速一番お安い Z1000 から見ていきましょう。Z1000 の特徴はクールエアシステムを採用しているところ。これはサイドから冷たい空気を吸引することを目的としております。空気というのは冷えると密度がアップしますので、小さな体積でもその中にはたくさんの空気が存在するということになります。その結果、ガソリンの燃焼が向上してパワーアップするという仕組みです。次はサスペンションについて、フロントフォークは倒立フォーク、リアにモノショックを装備、フロントの左側はプリロード調整機能がついており、右には減水力調整機構があります。で、リアにはその両方があると。ちなみに、プリロードとは、あらかじめバネを縮めておく量のことで、自分が乗った時に何ミリ沈むかとかですね、バイクの姿勢そのものが変わったりします。で、減水力はバネの縮みやすさや伸びやすさの調整です。厚側、伸び側とか言ったりしますが、要はバネの硬さと言えば分かりやすいと思います。その他の装備としてここに書いているようなものがあるんですが、これらはですね、もう大体他のバイクにもついております。言い換えると、この後紹介するバイクに備わっている様々な機能がないバイク。それが Z1000 です。だから他のと比べて格段に安いということですね。それがこのバイクの一番の特徴と言えるでしょう。余計な混じりっ気のない自分の腕一つで乗りこなすバイクとでもいう感じでしょうか。そんな Z1000、お色の方も混じりっ気なくこれ一色でございます。製作コストを落としまくって価格を抑えたバイクですね。お次は鈴木さんの GSX-S1000。ここからいろんなハイテク装備がついてきます。さて、Gスペケにはですね、鈴木クラッチアシストシステムという鈴木さん独自の技術があります。要はアシスト&スリッパークラッチと同じようなシステムなんですが、これはですね、FCC という会社が開発したもので、それをホンダさんとか川崎さん、ヤマハさんが使っていると。いうのに対して鈴木さんはそのあたりを自分で開発して自分のバイクに採用しているということです。次の装備は鈴木ドライブモードセレクター。これは3つの中から任意のモードを選択することでエンジンの出力特性を変えられる機能です。A のアクティブはどのスロットル回路でもその時のマックスのパワーを出すモード。B はやや抑え気味で扱いやすさを重視しつつパワーもしっかり出すようなモード。
C が一番穏やかな特性といって、安全性を重視したような特徴となっております。ちなみに、いずれのモードにしても最終的に最大出力までには到達するようにはなっているので、そこまでの上がり方が違うよということです。まだまだありますよ。トラクションコントロールシステムもついております。これは後輪のスリップを検知して自動でトルクを抑えてくれるものです。強さは5段階の中から選択、または完全にオフにすることもできます。さらに双方向クイックシフトシステムがあります。他のメーカーでいうところのクイックシフターですね。これはクラッチレバーやスロットルの操作を全くせずに左足だけでシフトアップやシフトダウンが可能なシステム。本来ライダーがやる操作を電子制御が自動でやってくれるものです。しかもロスを最小限に抑えた操作をしてくれるので、人がやるよりも速度が落ちないという利点があります。サスに関してはフロントはプリロードと減衰力調整、リアにプリロードと伸び側だけ減衰力調整機能を有したサスがついています。お色の方は全部で3色、どれもゴールドの統立フォークが映えるような配色がされております。お次も鈴木さんから刀。刀はですね、今年2022年の2月25日をもって初のマイナーチェンジということで、その特徴を見ていきましょう。ちなみに、マイナーチェンジによって統立フォークが黒からゴールドになりました。やっぱり刀といえば、この他にはない独特のデザインですが、この新型が出た時はですね、セパハンではなくバーハンという部分も含めて、かなり賛否両論あったようです。でも、そもそも初代刀が世に出た時もデザインに関して世間ではかなり賛否両論あったようです。僕はですね、素直にこの新型刀、めちゃくちゃかっこいいと思います。初代からの大きな変化といえば、時代に合わせてストリートファイターに寄せる感じでテール周りがスパッと短くなっています。ちなみに鈴木さんのホームページではですね、今回のマイナーチェンジによってエンジンがジスペケと同じものになりました。主要装備に関してもほぼほぼジスペケと同等の機能を備えることになりました。これも今回のマイナーチェンジからですね。ちなみに液晶パネルは刀らしいロゴが入っていて、刀のオーナーとしての所有感を満たしてくれるデザインとなっております。そんな刀、お色の方がスタンダードなシルバーに加え、マイナーチェンジによって追加されたこのブルーがめちゃくちゃかっこいいですね。統立フォークのゴールドとよく合うゴールドのホイール。青とゴールドがこんなに合うとは知りませんでした。これはブルーの方も売れそうですね。俺が刀を買うとしたら、こっちの方を選ぶかもしれないです。お次はホンダさんの CB1000R。ストリートファイターな形だけど、丸めのライトがこだわりを感じさせるデザインとなっております。そんな CB にももちろんハイテク機能が備わっていて、それがこのライディングモード選択機能なんですが、その選択方法が面白くて、まず、パワーセレクター。これはスロットル操作に対する出力の出方です。それと二つ目にトルクの出方。ホンダセレクタブルトルクコントロールという言葉もですね、このチャンネルでは幾度となく出てきております。三つ目にエンジンブレーキの強さも選べるということで、それらをあらかじめ設定してあるこのスポーツというパターンと、スタンダードというパターン、そしてレインというパターンがあります。これらは簡単に言うと、ラーメン半チャン餃子セットみたいに決まったパターンで組み込んであるセットです。で、これだけでもね、パターンとしては十分なんですが、最後にユーザーという設定まで用意してくれてます。これはもう自分のお好みでセットを作っていいよという機能ですね。トッピングはご自由にという感じで、自分で走りながらこのあたりをいろいろと変えてみて、新しい味を作ってみるなんていう楽しみを感じられそうです。その他にはアシスト&スリッパークラッチやクイックシフターを装備。メーターは色鮮やかなフルカラー液晶パネル、そしてスマホと連動してあれこれできるシステムも搭載しております。ちなみに今回の6台の中で唯一 CB だけが肩持ちスイングアームとなっておりまして、左側にはおしゃれなスプロケ、右側はすっきりスケスケでございます。肩持ちが好きな方には嬉しいデザインですね。
お色の方が黒、赤、シルバーと3色。本田さんはこのパッと映える赤を用意してくれる率が高いですね。では、ここからは一段上を行くヤマハさんの MT-10 です。MT-10 はスタンダードモデルと SP という上位モデルがあります。ということで、まずはスタンダードモデルと SP に共通する装備から見ていきましょう。やっぱりエンジンですよね。数ある MT の中でもフラッグシップモデルであるこの10は最大160馬力と111ニュートンの超強烈なエンジンを搭載しています。今までの4台とは一線を画すパワーがあります。そしてトラクションコントロール、クイックシフター、アシスタントスリッパークラッチと、このあたりは当たり前のようについておりますが、クイックシフターについてはシフトアップのみということなのでご注意を。さあ、MT も D モードという走行モード切り替え機能を搭載しています。3段階あって、1つ目がフルパワー、2つ目がマイルドな特性、3つ目が穏やかで抑え気味の特性になります。ちょっとわかりにくい表現で書かせてもらいましたが、ホームページの方でもなんでかよくわからない感じの文章で書かれているので、解釈としてはこれで OK だと思います。そして一度は試してみたいクルーズコントロール。これは初めて出てきましたね。4速以上のギアで走行中に設定可能とのことで、ブレーキ操作とかスロットル操作をすると、それらがキャンセルされるということだそうです。じゃあ、ここからはスタンダードと SP の違いを見ていきましょう。まずはサスペンション。スタンダードの方は KYB という日本のでっかい会社の製品で、プリロードから減衰力の調整まで可能なハイスペックなサスを装備しています。一方 SP の方はオーリンズというスウェーデンの会社の製品で、前後ともに電子制御されるサスペンションとなっておりまして、5段階のセッティングから選択可能となっています。次に違うところがメーター周り。スタンダードの方が謎に白黒で SP の方がフルカラーです。あからさまに格差をつけられていますけれども、そもそも MT-10 自体が他のバイクより全然高い170万もするのに、ここくらいフルカラーにしてくれよと思いました。せっかく先鋭的なデザインのバイクなんだから、時代遅れ感のある白黒よりは、やっぱフルカラーにするべきでしょうと思います。さて、電子制御系にも差がございまして、YRC セッティングという機能が SP にだけ備わっております。これはヤマハライディングコントロールというセッティングシステムで、右ハンドルのホイールスイッチによって任意に設定した A、B、C、D のセットを瞬時に切り替えれるようになっております。その設定の中身ですが、PWR は共通装備にありました D モードのことで3段階から選択。PCS はトラクションコントロールシステムで、これも3段階。3つ目がクイックシフトシステムでオンとオフの切り替え。最後の ERS がサスペンションの電子制御で5つのモードから選べるということで、全部でなんと90通りという、もはやセッティングした本人も何をどうセットしたのか忘れそうなものを4パターンも記憶させることができるという優れた機能でございます。これが SP にだけついております。お色の方はと言いますと、スタンダードが3色あって、青、黒、赤。SP が特別色の1色。そしてフロントフォークがゴールドという差別化を図っております。ということで、2つの違いを一覧表にするとこんな感じ。メーターの差だけが納得いきませんけれども、まあこうやって見ると、お値段相応の違いというのが見て取れるのかなといったところでございます。MT-10 をご検討の方はこの表を参考にしてみてください。さてさて最後は川崎さんの ZH2 で締めくくりましょう。まずは ZH2 って何なんだってことなんですが、隣に Z を置いてみましょうか。まあ、見た目のごつさが全然違いますよね。例えて言うなら、トグロ弟の 80% と 100% ぐらいごつさが違うと思うんですが、なんせこの 100% の方が格が違いすぎるということで、なんといっても最大馬力200馬力というパワーです。馬で表現すればこうですよ。世が世ならもはや戦争です。まあパワーについてはそれぐらい強力なんですが、とはいえ200馬力を超えるバイクっていうのは他にもたくさんありますし、別に珍しいことではありませんが、
この国産 1000cc ネイキッドというカテゴリーにおいては ZH2 だけが200超えでございます。ちなみに H2 といえば最初に出たのがこの忍者 H2 でございまして、単に H2 と呼ぶときはまだまだこちらの方を指すことが多いと思います。さて ZH2 のエンジンですが、200馬力を出すこのエンジンはスーパーチャージドエンジンというもので、要するにスーパーチャージャーを搭載したエンジンでございます。このスーパーチャージャーについて少しだけ説明します。スーパーチャージャーとはエンジンの回転を利用してタービンを回します。そのタービンが燃焼用の空気を強制的にエンジンに送ってやることでパワーが出ます。その一方でターボチャージャーというのもあります。これはエンジンの排気を利用してタービンを回して空気を送るということで、排気ガスが増えることでタービンが回るので、言い換えると回転数が上がってやっと効くチャージャーなんですね。対するスーパーチャージャーはエンジンさえ回ればタービンも回るので、低回転域でも効くという特徴があります。ZH2 はそんなスーパーチャージャーを搭載して200馬力というパワーを発揮しております。次はサスペンションなんですが、ここでスタンダードとスペシャルエディションの違いが出てきます。スタンダードの方は前後昭和製の高級サスを装備。スペシャルエディションの方は、さらに電子制御も行う仕様となっておりまして、これがどういうもんかということで、ホームページに記載されているものを載せますと、ここ、0.001 秒ごとに路面状況に応答し、減衰力を最適化するサスペンションということで、1000分の1回ごとにちょこ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 とフィードバックして減衰力を調整するという、ものすごい人知を超えた制御をしております。そういうサスとですね、ブレーキの方にも若干の違いがありまして、このあたりがお値段の差となっているようです。この辺詳しくはですね、川崎さんのホームページをご覧ください。さあ、そんな ZH2 ですが、やはり高級車らしく最新の電子制御関係が多数備わっています。まずはトラクションコントロールがあったり、パワーモードの選択機能があったり、これらと連携した機能や ABS の上位的なブレーキだとか、発進時にスピンすることなく最大限の加速をしたり、電子制御のサスがあったりで、これらを一気にコントロールする親分みたいなやつもいたりすると思えば、さらには車体の姿勢を認識するやつがいて、そいつがトラクションやブレーキにまで口を出す始末。しかもそいつがなんか親分にも助言を加えたりして、もはや誰が何を支配しているのかわからない状態となり、おまけにクイックシフターとクルーズコントロールまで備わって、これ人間乗ってなくても自分で走るんじゃね的なバイクとなっております。あと、メーターの液晶パネルは2種類の表示モードを切り替えることができたり、スマホとも連携したり、ETC も標準装備で、もう何でもありのバイクですね。まるで未来から来たようなバイクとなっております。お色の方はシンプルにこの2色だけ。黒い方がスタンダードで、緑の方がスペシャルエディションです。はい、ということで 1000cc ネイキッドというかストリートファイターのバイク6台のご紹介でございました。各バイクの装備からお値段の違いについて納得いきましたでしょうか？そうそう。使用燃料ですが CB だけが唯一レギュラーガソリンで、その他はみんな廃屋仕様となっております。最後にこんな表を。これはですね、6速で最大馬力を出した時の速度を表してみました。まあ、日本仕様だとね、180キロでリミットがかかるんで関係ありませんけどね。じゃあ、この画面を見ながらお別れにしましょう。今回の動画はですね、国内メーカーの 1000cc ネイキッドというか、ストリートファイターの特集でございました。走りという面ではですね、どのバイクも僕みたいなもんがどうこう言えるようなものではないくらいのパワーを持っております。で、その中でもですね、シンプルに作って値段を抑えたりだとか、あるいは最新テクノロジーを駆使して超高級仕様にしたりだと、どのメーカーもですね、工夫を凝らしていてとてもバラエティに富んだ面白いカテゴリーになっているんじゃないかと思いました。1000cc というとですね、やっぱり一つの境界線と言いますか、リッターバイクの力強さっていうのをね、大型免許を持っていれば一度は体験してみたいと思うのが普通だと思います。そして、いざ買うとなると、それは迷いに迷って、迷いに迷いまくることとなると思いますが、そんな時にですね、この動画が少しでも役に立つといいなと思います。
ということで、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この先もですね、大型バイクについてどんどん紹介動画作っていこうと思います。それと、もちろん、初心者のために役立つテーマでの動画制作もどんどん考えておりますので、興味があれば、チャンネル登録してお待ちいただけると幸いでございます。はい。それでは、さよなら。